うわーマジか、やっちったなあ。これって自分で直せるレベルなのか。すごいやっちゃったな本当に。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシノピーです。ということで、今回ねこの傷、これをフォルツのタッチガンを使って補修していきたいなと思います。そしたらまずね、最初にこの傷の状態、これをねどんな感じの傷なのか見ていきたいと思います。で、傷の状態なんだけども、こういう感じ、すり傷なんだけど、パッと見はね結構えぐい傷に見えるんですが、えぐれてはいないんだよね。結構滑らかな傷っていうのけど、見た目的にはもうほんと傷っていう感じがするので、これをねどうにか、素人の僕がね補修できるのかどうかっていうところを、今回ちょっと試しにやってみたいなと思います。はい、ということで今回補修するにあたって用意したのがこの4種類の商品になります。でこれね、使う順番に並べてあるんだけど、まずねこちら下地処理シート2枚入り、施工する前にね下地処理として最初に拭く用のシートになります。で2つ目がこちらカラータッチアップペイント、筆タイプのやつ、多分分かる人結構いると思うんだけど、それと、あと3つ目タッチガン、これがねほんとすごい、ちょっと後で説明します。で3つ目が上塗りスプレーって言って、これねぼかし剤とクリアの効果両方一気に得られる優れもの、これ最後仕上げに使うやつで、このタッチガン、これ何かっていうと、このタッチアップペイント筆タイプだとこの筆のね筆跡っていうのかなが残りやすい。でなかなかねうまくいかない、見た目的にもちょっと違かったかなっていう人も過去に施工したことある人ならいると思うんだけど、それを克服するために作られた商品でスプレーなんですよ。でこのタッチアップペイントカラータッチをねここに差し込んでスプレーで拭けると。でこのねスプレー特徴が霧がすごい細かいのと、あとスポットで直接的にこの塗料をのせることができる。どういうことかっていうと、その養生を少なく済むっていうのと、垂れにくい普通の缶スプレーとかだと、どうしてもね広範囲にスプレー塗料がねプシュッとなった時に垂れてきて失敗することがあるんだけど、これはもう霧が細かくてスポットでいけるから、素人の方でもね簡単に塗れるっていうのが最大の特徴になります。僕ね塗装したことあるんだけど、そこまでの技術はない、ほんと素人レベルなので、僕が使って、どこまで補修できるのかっていうのを今回見ていきたいなと思います。はい、そしたら早速作業していくんですが、まずね大前提として洗車をしてください。汚れとかあると、そもそももう意味がないので一旦洗車をします。で僕の場合もうしてあります。でその後に下地処理シート、これ紹介したやつね、これを使います。どういう効果があるかっていうと、要は油分とかがついてるとペイントがね塗料が弾いちゃってうまく乗らないっていうのがあるので、下地処理、何でもねその洗車とかでもそうなんだけど、下地処理は必ず行うと。でこういった感じでシートが入っているので、このシートで塗装する面、この辺一帯を拭いていきます。こういった感じ、洗車してあるから綺麗は綺麗なんだけど、その油分はね目で見えないから、これはね必ずしてください。はい、とりあえず OK です。はい、下地処理が終わったので、そしたらねこちらタッチガン開けていきたいと思います。はい、開封、じゃじゃーん。さっき見せたね。で、使い方説明書、ここにねいっぱい書かれているので使う前に読んでください。でざっくりこの裏面にも書いてあるんだけど、これを説明すると、まずカラータッチ、これね、これを攪拌球がカチカチ鳴っている状態で30回以上振って均等に塗料を混ぜ合わせます。30回振ると12345678910みたいな感じでとりあえず振りまくります。ちょっと待ってね、30回待って。OK、 30回振りました。そしたらアタッチメントにチューブがしっかり、これをまず取り付けていく。でその前にこの箱にキャップ差し込み口っていうのがあるので、これを開けます。こういった感じでとりあえず置いとくね。したらこのカラータッチね、自分の車の色
調べてしっかり購入してください。僕は日産の KH3 スーパーブラック、これね、とりあえず開けていきます。もうちょっとやばい、不器用出た。はい、開きました。開いたらちょっと念のためもう一回振っとこうか。はい、振った。そしたら蓋を開ける。この筆が見覚えある人結構多いんじゃないのかな。筆でこう塗っていくタイプなんだけど、この蓋を使わないので、このさっき開けた穴に差し込みます。はい、素晴らしい。そしたらこっちね、タッチガンの方、こっちに入れて回していく。でセッティング完了で、もう振らない、もう振らないね。振りは終わりで、そしたらまず最初にどんな感じで出るのか、その霧の具合だったり、どんくらいの大きさで塗料が出るのかっていうのをちょっと準備運動的な感じで段ボールに吹いていきたいと思います。はい、普通のね缶スプレーでも一緒なんですが、まず最初にこういう段ボールとかを用意して、どんな感じで塗料が出るのかっていうのを見た方がいいと僕は思います。そこでね慣れとかないと、一番最初、初めて使う人は、必ず手こずると思うので、いきなり吹くんじゃなくて試し吹きをします。これも試し吹きします。いきます。あ、すごいね、すごい見える。これすごい細かい霧で、思った以上にね本当に細かいで、この幅もね缶スプレーに比べて結構狭まっているので、とりあえずちゃちゃっと今吹いてみたんだけど、もういけるって思うぐらい結構やりやすい。いっちゃおう。準備整ったので吹いていこうかな。緊張する。そしたら傷の範囲ここまでなので、ここからシューッとちょっと何回か吹いていきたいと思います。いきます。一旦1回目こんな感じ、ストップしておこうか。 OK1 回目終了。はい、そしたらもうすぐ2回目いっちゃいます。この辺がねまだ白くなってるよね。わかる？ここか。当たってないな。ちょっと待って、見定めて。この辺ね。OK、この辺もちょっと白いから、全然垂れる気がしない。すごいわ。これは一旦待とうか。だいたいね隠れたけど、あともう1回ぐらいやりたいかなって感じ。はい、そしたらもう1回最後になるかな。色がね乗ってないところをちょっと塗っていきたいと思います。じゃあ最後この辺かな。下の方がね OK かな。いや、いいと思うよ。いいと思う。だいぶ綺麗に塗れてると思う。で今これ映像でわかるかな。この若干この塗ったところと塗ってないところ、ツヤが違うっていうの、下の方がちょっと若干ボケてるような感じがするんだけど、これが10分ぐらいちょっと放置して乾いたら、最後にこのね上塗りスプレーを塗って、このぼかしをね消していきたいと思います。いや、だいぶいい、本当に。そしたらちょっと一旦10分放置。はい、そしたら乾いたので上塗りスプレーで仕上げていきます。で、範囲的にはこの塗ったところより、ちょっと上、5センチぐらい上の範囲ぐらいまで塗るといいのかな。じゃあちょっと実際に塗っていきます。一旦 OK で、このね上塗りスプレーなんだけど、どういう効果があるかっていうと、このザラザラ整えプラスクリア、これさっきも言ったんだけど、このさっきのぼかしっていうかボケて見えた部分っていうのは、この塗料の細かいダストがこの表面上にねくっついてボケて見えるんだけど、これを溶かして慣らす、でクリアが上に乗るみたいな、そのね2つの効果がこれ1本で得られるっていうね、これもなかなかすごいです。とりあえず1回目ちょっと乾いたので、2回目ちょっと塗っていきたいと思います。
2回目いきます。こういった感じでね、 OK じゃないの？もうね OK だよ正直。一旦これで作業終了かな。乾くのを待って、で最後にどんな感じになったのかっていうのを見せようかな。もう個人的にはもう十分、本当十分なレベル。まあとりあえず一旦乾くのを待ちます。はい、といった感じで乾きました。でアップにするとこんな感じなんですが、どうでしょう。傷の感じ、あんな傷入ってたのにすごくない？もうね、ほんとね、わからん。ですごいね、厳密にもうすごい近くで見ると若干曇ってるんですよ。でこれは1週間ぐらい経ってからコンパウンドで綺麗に磨いてあげると、その本来のね、そのクリア感みたいのも出てくるみたいです。とりあえず十分つかもうこれ以上ないぐらい、僕でここまでできるのっていうね、正直驚きはあります。素晴らしい。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回ね、こちらフォルツタッチガンを使って傷ね、最初に見せた傷を補修しました。で使ってみた感想なんだけど、非常に使いやすいっていうか、僕正直ね、なんだろう、本当にうまくできるかなっていうところがあったんだけど、やってみて、ああ俺にもできるっていうのが本当率直な感想で、何がすごいかって、このさっき見せたんだけど、これね、この霧、この細かい霧っていうのと拡散性が抑えられてる。だから普通に缶スプレーとかでやっちゃうと他のとこまで飛び散る可能性がある。でそうならないように養生とかをねしないといけないんですよ。それはね非常に面倒くさいけど、これだったらもうほんとピンポイントに塗っていけるので、僕でもほんと簡単に塗れました。なので、皆さんこのカラータッチっていうか、この筆タイプで塗ろうと思ってるけどうまくいかないよなって思ってる方、ぜひこれ一緒にタッチガンを買ってこのスプレーで塗ってみてください。ほんとね、これ誰でもできると僕は思います。気になった方ぜひ購入してみてください。それとこの動画面白いなと思った方、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。はい、とりあえず傷直してから1週間経過しました。で1週間後なんだけど、僕はね別にもうこのままでいいんですよ。もう十分綺麗になったと思うんだけど、ちょっと若干ねボディに曇りが感じられる場合は、このツヤ出しミニセットってやつで磨けばさらに綺麗になるみたいで、僕の車もよく見るとね、若干やっぱ塗ったところはこのツヤの差がねあるので、最後の仕上げとして今回こちらツヤ出しミニセットを使いたいと思います。でもしね仮に失敗してしまった、納得いかないよっていう人は、このやり直しシートっていうのが別途販売されているので、これで拭けばまた一からやり直すことができます。僕はもう十分なので最後の仕上げを今からしたいと思います。これが実際に施工したところなんだけど、確かにねよく見るとこっから下がねちょっとモヤモヤしてるかなっていう、この辺がちょっと曇ってるかなっていう感じがあるので、実際に吹いたのは、直したのはこの下の部分ね、ここはもうすごい綺麗で、クリアをこの上に乗せてあるんだよね。なので、見える範囲、この範囲をちょっと今から磨いてどこまで修復できるのかっていうのを見ていきたいと思います。で入っているのがこういう磨き剤ってやつね、あとタオルが入っているので、これでちょっと磨いていきます。で使い方はねそんな難しくないと思う。1週間経過してるので、磨くところはね綺麗に洗車をしてください。でこのクロスに磨き剤をつけて、磨いていくっていうだけね。少し力を入れ直線状にこすってください。かしこまりました。で蓋閉まってるので、この底で穴を開ければ開きます。でここに少量取ります。ちょっと茶色っぽい色のコンパウンドになるのかな。ちょっと取りすぎたかな。面積は大きいのでこの辺、力はね入れすぎずに軽く
どう？だいぶ取れたんじゃない？うん。いやマジでマジでだいぶ違うよね。ありがたい。ちょっともうちょっとやろう。この辺がちょっとだいぶいいでしょ。さっきのくすみほらだいぶなくなった。ここら辺がねまだ若干やりきれてないんだけど、こっちの方はもうだいぶこの手の反射を見た感じもなくなってきてるね。あとこの辺をちょっとやって終わりかな。 OK でしょう。十分もう分からんよ本当に。はい、これでね一旦全ての作業終了です。で一回ねその塗装が終わったら1週間待って、最後1週間後にツヤだったり曇りがあるのかないのかっていうのを見てもらいたい。で曇りがあるようだったら磨き剤で落としてもらって、これでいいやっていう方はそのままで十分で、この1週間の間にちょっとあそこやり直したいなっていう方はやり直しシートでまた一からね施工すればいい。なんだろうね、ほんと素人向けの商品なので失敗を恐れずにできるっていうところはすごいメリットかなと思います。だからねちょっと車の傷でちょっと悩んでた方ね、是非一度トライしてもらえたらいいのかなと僕は思います。それでは本当にまた来週。